今回は江戸川区から交通不便な陸の孤島松江と中央の商店街を歩いてきた。どちらも鉄道駅はなく、都営バスやタクシーがもっぱら住民の足。そしてどこか違和感が。それはこの町特有の歴史をはらんでいることが分かってきた。以前訪れた船堀駅から船堀街道をひたすら北上し20分ほど歩くと、首都高小松川線に近いあたり、松江通り商店街が現れた。それまで船堀街道にはあまり連続する商店群がなかったが、この辺りからまるで駅前のように商店が並んでいることに気がつく。現役の店は少なそうに見えるが、明らかに昔栄えていた雰囲気。実はこの通りにはかつて都電が走り、その後もトロリーバスが走った交通の要衝だったのである。しかしトロリーバス廃止以降は新たに開通した都営新宿線のコースからも外れ、ついには交通不毛地帯となってしまった。東京の鉄道網は世界屈指と言われる規模と密度を誇るが、そんな東京において駅前が駅前でなくなった街。当地はそんな稀有な存在の街だったのである。こちらは江戸川審判会館ビル。1階には履物店のシャッターが残り、看板が上書きされているが、どうやらかつては百貨店のような営業形態だったようだ。入り口は開いていたが、関係者以外立ち入り禁止と書かれ、どうも営業している店はもうないようだ。確かに通りから見ても2階3階とももぬけの殻のようである。通りの店のラインナップも古めかしい。トロリーバスの廃止とともに商店街の発展も止まってしまったような印象だ。続いてこちらの交差点、道順街通り入り口。道順街とはそう、あの道順街。江戸川区松江及び中央には、大正末期に道順街により約300世帯の住宅団地が建てられ、通りの名として今も残っている。
港の先にも道順街通りは続く。こうしてみると、もともとはもっと商店があったんだろうな。新しく住居や駐車場になっているところも少なくない。八百屋や魚屋は現役だ。こういう店の並びはたまらない。ブーさんのゆるさもいいし、ツインズひまわりのような店は昔を思い出して温かな気持ちになれる。中央2丁目交差点。この先から住所が中央となる。上空からの写真。現在地の交差点の周辺にある5番目状になっているところ。この辺りが旧道順会地区のようだ。ここからニコニコ商店街という力の抜けたネーミングの商店街になる。道順会の住宅はとうの昔に姿を消しているが、右に見えるバス停の名は道順会だ。ここも商店の多さにかつてのにぎわいが垣間見える。道順会、かつての憧れだった名を今も冠するこの通り。時代が変わっても譲れない町の誇りが息づいている。隠れた名店中村屋の看板だ。
通りから細い路地を入るとある路地裏のバラック酒場。わざわざ遠方からも訪れる客がいるというこちら。実に人間臭くて昭和ムード満点である。都電もトロリーバスも姿を消してしまったが、商店街はぬくもりを絶やさず守ってきた。鉄道が離れ、景色が止まったからこそ、ここにしかない時間が保存されていた。吹き抜ける風の中に、かつてのにぎわいと今を生きる人の営みが混ざり合う。便利さだけが街の価値でないことを、この元駅前の街が教えてくれた気がした。皆さんの街にある名前だけ残った場所、ぜひコメントで教えてください。冒険は続く。